小分けにするためにトロピカルな北海道と知られていないんですけれども、ユニークな直訳です。そうめんに使おうと思ってコストコだからと許します。朝食を作ります。ごきげんよう、あすままです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。パイン&ココナッツパンナコッタ1698円です。ケーキコーナーの新商品です。消費期限は明日です。その他ケーキコーナーではストロベリーカスタードケーキ7月27日までは2380円から450円オフです。キャラメルフランは1898円、イタリアンティラミスは2198円、定番のトリプルチーズタルトは1580円です。透明なゼリーの中にパイナップルと種なしぶどうが散りばめてあって涼しげです。まるで宝石箱のようですね。ちなみにグリーンシードレスグレープ 1.36kg の価格は1498円で、包装はプラケースではなく手提げバッグになっていました。全体の重さは 1.9kg。小分けにするために今回も上のゼリー部分を取り除きます。パイナップルは11個、ぶどうは14個でした。パンナコッタ部分は 1077g、パイナップルの数11で割ります。今回もティラミスの空きグラスを活用します。160ml 入ります。パンナコッタを約 98g ずつスプーンですくい取ってグラスに移していきます。意外にボソボソしています。クリームチーズを冷凍した時のような感じかな。フルーツとゼリーをトッピングします。これで283kcalです。パンナコッタは乾燥ココナッツが入っているからか繊維感のあるザラついた舌触りです。最初はびっくりしましたが、噛むとつぶつぶ感というか悪くはないです。乾燥ココナッツも SDGs なんでしょうか。今年のコストコはココナッツ系推しですよね。昨年まではマンゴー系推しだったように思います。緩めのゼリーがたっぷりあるので一緒に食べると美味しいです。パンナコッタが甘めなので合っています。パイナップルは大きめのカットですが、甘酸っぱさが口いっぱいに広がって、ぶどうとともに箸休め的なアクセントになります。グラスのままの冷凍は個人責任ですが、家庭の冷凍庫はゆっくり凍るので冷凍可能です。私は念のためポリ袋に入れてます。食べるときはまたゆっくり冷蔵庫解凍です。ボッカマンゴーミルクプディング978円から200円オフは7月16日までです。ちなみに定番の白いミルクプディングも7月16日まで同じお値段です。製造は北海道。賞味期限は7月25日です。11日後です。75g の風船プリンが6個。ココナッツオレンジソース付きです。風船をピックで刺して割ります。破片を取り除きます。ココナッツオレンジソースをかけます。粘度が高めのソースなのでプリンにもしっかり絡みつきます。マンゴープリンはボッカのいつものねっとりした舌触り。マンゴーは主張しすぎずミルキーさがあります。ココナッツオレンジソースはオレンジのおかげかココナッツの風味は主張しすぎないところが好みです。甘酸っぱくマンゴーミルクプリンとの相性も良いです。トロピカルな北海道って感じですね。カーギースイスチョコレートウェハース缶入り977円です。末尾77円のお買い得品です。今年の1月頃には2300円くらい、袋入りと比べると割高なんですけれども、その商品が春頃からだんだん値下げしてきて半額以下ですからかなりお買い得となっています。原産国はスイス。賞味期限は7月28日です。約2週間です。クラシックが22個、ココナッツが19個、ダークが21個、全部で62個です。1個あたりは 15.758 円です。こういうの意外と知られていないんですけれども、接着部分のギザギザを接着部分を剥がすイメージで切ると開けやすいです。長さは 55mm のスティック、
重さは個体差はありますが 7g 前後、約40キロカロリーです。コーティングのチョコレートは甘めですが、サクッとしたウエハースとのバランスはよく美味しいです。ロングセラーの人気チョコですが、ココナッツはココナッツ感が強すぎて我が家では不人気です。私はやっぱりダーク推しです。ジャック・ダニエルバーベキューソース 553g が2本1738円です。ウイスキーではなくバーベキューソースです。原材料にジャック・ダニエルウイスキーが使われています。ジャック・ダニエルは甘口なのでソース系にも合いそうですもんね。原産国はアメリカ、賞味期限は2025年の5月です。約2年です。パッケージはおしゃれ&ユニークな直訳です。先週のハインツバーベキューソースと比べてみました。もも肉に漬け込んで焼いたり、フライドポテトとアボカドの素揚げにディップしたりしました。ハインツはピリ辛で野菜のつぶつぶした果肉感も残っていて、サルサソースをスモーキーにしたような感じです。ジャック・ダニエルは甘口ウイスキーのスモーキー感もあり、ジャック・ダニエルウイスキーのイメージと近いですが、バーベキューソースの中ではマイルドです。ついでにブルズアイバーベキューソースは思い出しながら比較してみますが、スモーキー感ではジャック・ダニエルが弱くてブルズアイが強いです。スパイシー感も同じです。そして辛みですが、ハインツが一番辛いです。ジャック・ダニエルは他の味が弱い分酸味を感じますけれども、酸味が強いっていうわけじゃないですというのが私の感想です。ジャック・ダニエルバーベキューソースは見た目の大人っぽさとは反対のお味でした。バーベキューソース3種の中では一番子供向け、娘はジャック・ダニエルバーベキューソースが気に入りました。マルハニチロ鮭フレーク 50g が4個1598円から320円オフは7月20日までです。1個あたりは 319.5 円。白鮭の産地はロシアと日本、製造は北海道、賞味期限は来年の5月です。約10ヶ月です。韓国味付け海苔フレーク 80g が3パック1480円から300円オフは7月16日までです。1パックあたりは 393.3 円。原産国は韓国。賞味期限は来年の3月です。約8ヶ月です。コーンオイルとごま油、白ごま、塩と砂糖、バランス良い味で美味しいです。ご飯や麺類に合う韓国海苔がフレークになっているので、チュモッパやそうめんに使おうと思ってます。フードコートのハワイアンピザホール1980円です。直径は約44センチで12等分に切ってあります。スタッフさんによってはしっかり切れてないとかジグが合ってなくて大きさがバラバラってこともありますが、コストコだからと許します。ちなみに6等分のスライスは1枚380円です。ちなみにパイナップルソフトは7月14日にはまだ販売されてませんでした。ピザにしては大きめのカットのスライスベーコンがたくさん乗ってます。パイナップルはチャンクです。去年のと同じですけれども、ちょっとパイナップルが少なくなったように思います。温かいパイナップルが苦手な人も多いみたいですけれども、口の中でベーコンの塩分をパイナップルの甘酸っぱさが優しく包み込むので、とても美味しいです。私は好きです。朝食を作ります。オリーブオイルをひいたフライパンでアップルスモークベーコンとオクラを焼きます。その間に天然水トマトとバナナをスライスします。調味料で味付けはしませんが、オクラの上にベーコンを乗せておきます。冷凍しておいたベーグルはトースターで焼きます。切りクリームチーズを塗り、スライスした天然水トマトとバナナをカプレーゼのように重ねて並べます。食べやすいよう半分に切ります。オリーブオイルをかけてパセリを添えました。ランチプレートの左上にはレタスとゆで卵、右上にはベーコンとオクラを乗せました。今週のお酒はキリン氷結無糖シーカーサー。ファミマアプリでいただいたのでコストコとは関係ありません。アルコールは 7%、果汁は 0.3% ですが、シーカーサー風味が効いててすっきりしてます。
メニューは鶏もも肉のバーベキューソース2種類の食べ比べ、ハワイアンピザ、アボカドの素揚げとフライドポテト、ジャズリンゴとサンゴールドキウイです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。